はい、こんばんは、タカです。11月28日にカナダで、ボルダリングのね、全国大会がありました。で、このね、大会にアラーナ・ウィップ選手っていう、僕のね、好きな選手が出てたので、で、見てたんですよね。で、この選手は、12歳で全国大会優勝して、2020年にはアメリカンクライミングチャンピオンシップで金メダル取って、それでそれがきっかけで東京オリンピックにもね出場した選手なんですよ。だからめちゃめちゃ有名な、カナダの選手がいて、その選手を見るために、このね大会を見たんですけど、で、なんですけど今大会では2位だったんですよね。2位で優勝した選手っていうのがエヴァンジェリーナ・ブリックス選手なんですけど、この選手を今日はね紹介していきたいなと思います。で、この優勝した選手15歳でめちゃめちゃ若い選手なんですよね。で、この映像とか写真で分かるように、このドレッドヘアっていうのがねめちゃめちゃ特徴的な選手で、めちゃクールで登る選手なんですけど、登った後もね本当にクールですごいかっこいい選手なんですよ。で、本当にキャラクターができてて、すごいかっこいいなと思って見てたらめちゃめちゃ強かったっていうね、そういう感じなんですけど、この選手どれだけねすごいのかっていうのをね今から解説しようと思います。はい、1課題目なんですけど、この1課題目は縦に並んだねこの細長いホールドが特徴的な課題になってます。でね、手はピンチのホールドがすごい多くてかなり持ちづらそうな、そういうねルートになってます。でね、ホールドが結構たくさんあって、どう足をかけていいのかがね、すごい難しそうなね、課題で、ヒールフックとかトゥーフックとかキョンとか、いろんなムーブをうまく使って、攻略したい、そういうね、課題ですね。で、まず、この2つ並んでるホールドをね、どう取るかっていうのがね、大事になってきますね。で、この選手は右足のこのヒールをホールドにかけて、右手をね、取りに行きましたね。で、左足をね、この右に移動させるところで、さらにね、この右足に重心をかけて左も取りに行きました。で、問題はこっからなんですけど、最終ホールドまでのこの距離がね、結構遠いんですよね。最終ホールド、ちょっと持ちやすいような少し勝ちみたいな感じなんですけど、だけどこの距離が結構あるってことで、さらにこの足を、上に上げないといけないっていう、そこが難しそうですね。で、足を上げる前に、落ちてしまうっていうね、こういう選手が結構いるんですけど、で、かなり手が悪そうなんで、足を離すときに、どういう風にして、足を離して上に上げるかっていうのが難しそうなところですね。で、足を移動させて、上げられたとしても、上に上げられたとしても、ホールドがね、縦に長いんで、滑りやすく、普通に足を置いてしまうと、滑って落ちてしまう。そういうね、難しい課題になってます。で、この課題、ブリックス選手は、左手をね、一番奥に持っていって、で、両手いっぱいに広げてるんですよね。手が伸びきっていてしっかりホールドにかかっているので、足をね、結構動かしやすそうな、そういう感じになってます。で、何度かね、足の置き場をね、置き直す。で、余裕がある。そういう感じなんですよね。なんで、腕のね、力っていうか、ピンチ力と、この背筋がかなりすごい。そういうね、場面でした。で、右足の2を引っ掛けて、で、右手を取りに行きましたね。それから、右足はそのままで、左足のこのヒールをね、さらに、この左のホールドにかけて、で、左手を取りに行ってます。でもこれだと、足が伸びきってしまって、結構足が決まりすぎているので、動けなくなってしまうんですよね。なので、また修正して左手を取りに行くために、足を鍛えてるんですよね。で、この冷静さとこの持久力っていうのがもうめちゃめちゃすごくて、で、手のピンチでしっかり支えてね、足を上げてるんですよね、その後も。で、最後のホールドね、それでそのまま掴んでしまったっていう感じなんですけど、もう本当に終始このピンチ力が本当にすごい、そういうね、場面があったのが1課題目でした。で、2課題目なんですけど、これスラブの課題で、このバランス力がね、この必要な課題になります。で、この課題の難しい箇所っていうのは、このね、アンダーホールドですね。体を上げてアンダーホールドを保持しつつ、で、体はね、右に常にキープしてないといけないっていうね、そういう場面ですね。で、その状態でこのカッチホールド、左上にあるカッチホールドを保持して、体を上に上げていくと。
で、体はね、こう右に置いたまま、横向きのカチホールド取らないといけないっていうことで、アンダーホールドからね、カチにかけて、ここの部分がめちゃめちゃ難しい。そういう課題になってます。で、アラナ・ウィップ選手も、ここ足がね、下のホールドにある状態では、まあどうしてもね、体が左にこう向いて、移動してしまって、で、落ちてしまうっていうね、状態でした。で、ブリックス選手なんですけど、ここどうやって攻略したかというと、右足一本でホールドに立つことで、体をね、こう、左向きにしてるんですよね。そして、左足でこう、粒ホールドを若干押すことで、体を右にキープさせてますね。そうすることで、カチホールドを掴んでるんですけど、しかもここからすごいのが、この小さいホールドにマッチして、で、上に上がってるんですよね。この重心のコントロールとの、この最後のマッチ、価値のマッチが本当にすごいですよね。で、3課題目なんですけど、これはね、途中から、傾斜になって、腕の力がね、かなり必要そうな、そういう課題ですね。で、ブリックス選手は、他の選手がね、腕で、こう、ガンガン登っていく中、まさかのムーブがね、こう出ました。足を上げて、うまくこの足の力を利用して登ってますね。で、どんどん足から先行させて上に上げて、で、登っていって完登したという感じです。これ本当にすごいムーブでしたね。こんな登り方したのは、本当にこのブリックス選手だけでした。で、4課題目。最後の課題ですね。最後の課題は、最後のホールド取りに少し工夫がいる、そういう課題になってます。で、ホールドが横を向いているので、こうヒールはかかりにくそうなんですよね。で、左足の2をかける方法もあるんですけど、わずかな重心のバランスでこう落ちてしまうんですよね。ここね、ブリックス選手は、体をね、右に倒すことで左足のヒールをホールドにうまくかけてるんですよね。で、これね、右足の膝をよく見ると、さっきの選手よりも膝がね、内側に入っていて、で、体がね、横を向いてるんですよね。そうすることで左足のこのヒールがホールドから離されずにしっかりかかっているっていうね、そういう、若干のこの、微妙なこの、なんていうんですかね、体の使い方っていうのがね、本当に上手な課題で、で、結局この4課題すべてをこの選手はね、完登して、ダントツで優勝したっていう、そういう感じになりますね。で、完登した後っていうのもね、本当に全部めっちゃクールでね、かっこいいんですよね。見た目のね、この上下黒にドレッドヘアっていうのもね、すごいめちゃめちゃかっこいい。やっぱりキャラクターがある選手っていうのは人気にもなりやすいんじゃないかなって思うんですよね。で、選手も覚えやすいし、なんか見てても面白いっていうか。で、キャラクター付けっていうのは、あんまりクライミングにこう、詳しくない人のね、目も引きつけるっていう意味で、とてもね、すごい大切だと思うんですけど、それがね、このスポーツの人気や、こう、知名度にもね、つながるんじゃないかなと思います。で、まだ15歳っていうね、すごい若い選手なんで、この選手でこれから多分どんどん有名になると思うんで、注目していきたいなと思います。ということで、今日の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。それではさよなら。